はじめましての方もこんばんは。アークナイツの危機契約に悩まされて眠れない男ゆうちです。とうとう始まりましたね。危機契約シャープ4。皆様はいかがお過ごしでしょうか。僕は今、マドロックと巨像両方ともどうにかして倒せないか検討中です。このように僕の日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に全塗装改造を行っていくチャンネルです。では今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るのは女神デバイス吾妻楓です。僕はこのキャラクターまだアリスギアアイギスで出てきてないです。低レアとかではいるんですけど、最高レアリティではまだ来てないです。だから僕はこいつを作るというお迎えの儀をする。それではもうグダグダ前置きはいらないですよね。開けていきますよ。まずはランナーを取り出していきます。ランナー数はいつものフル武装美少女プラモって感じです。いやー、むちゃくちゃ多いですね。それではランナーからパーツを切り出していきます。切り出すとこんな感じ。切り出しただけでわかるこのデカさ。やはり必殺技の武器はでかいですね。それではさらに組み上げてそのデカさを味わってみましょう。組み上げるとこんな感じ。なかなかでかいですね。自分の身長と同じぐらいの大きさの武器。でも何ですかね、設楽を味わったせいかこれぐらいの大きさ普通かなって思っております。それではちょっと立たせてみましょう。立たせるとこんな感じ。設楽や一条綾香はムチムチした感じの体つきなんですが、全体的にこの子はスラッとした感じです。ムッチムチな感じはムッチムチでいいんですけど、スレンダーや細身な体も見ていてとてもいいですね。それではここからさらに武装をつけてみましょう。武装をつけるとこんな感じ。いい感じにメカメカしく綺麗なデザインになっていますね。必殺技の武器以外も程よい大きさでちょうどいいですね。それでは全塗装や改造を行う前に一緒に可動域を見ていきましょう。まずは肩から。肩は肩と同じぐらいの高さまで上げることができます。肘は干渉するものがないので思いっきり曲げることができます。続いて手首。手首は一つ関節が仕込まれているので角度をつけることができます。続いて武装状態の腕を見ていきます。こちらの肘も思いっきり曲げることができます。さらに二の腕についているパーツは回転させることができます。手首に関しましては少し走行パーツが邪魔してしまいます。ですがそんな時用に手のひらの部分に走行がないバージョンがあるので邪魔なら差し替えることができます。続いて頭を見ていきましょう。頭は根元がボールジョイントになっており、ある程度角度をつけたり回すことができます。さらに後ろの髪の毛は一つ関節が仕込まれているので角度をつけることができます。胸周りは無理なくひねることができます。無理にひねりすぎるとポロリしてしまうので気をつけましょう。続いて腰。腰はある程度角度をつけることができます。続いて股関節。股関節は干渉するものがないので思いっきり開くことができます。太ももは差し込みジョイントなので回すことができます。続いて膝。膝は二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。足首は関節が一つ仕込まれているので角度をつけたり回すことができます。続いて武装状態の足を見ていきましょう。武装状態の膝がですね、二重関節なんですがうまく曲がらなくて普通にやると中身が見えてしまいます。ですがちゃんと膝に手を当てて曲げてあげればちゃんと曲げ切ることができます。次に太ももについている走行パーツ。走行パーツはこのように展開させることができます。続いて足首。足首も普通の足首と同じように一つ関節が仕込まれているので回したり角度をつけることができます。そしてちょっと戻って素の足なんですが、作ってる最中やたらこの足細いなと思って設楽の足と比べてみたらやっぱり細いですね。細身な体型が好きっていう人にはうってつけなキットかもしれません。続いて武装類を見ていきましょう。まずは背中のギアです。背中のギアを展開させているのですがとても展開しづらく、なんとかこじ開けるような感じになっております。展開させるとこんな感じ。展開はしづらかったですが造形は素晴らしいです。続いてライフルと刀を見ていきましょう。ライフルと刀とても造形は素晴らしいんですが刀の方はなんかちょっとポロリが。僕はここを接着剤で接着しちゃいます。最後にでかいランチャーですね。ランチャーはポロリもなくこのように片腕でポーズを取らせることもできます。さて稼働チェックなどは以上です。
予告画像のコメント欄で FGO の沖田になるのかっていう話があって、その手もあったのかと思ったりして、ですがその前に僕 FGO やったことないんですよ。なので純粋に新選組っぽくこいつを仕上げていこうと思います。ではまず改造の方行ってみよう。まずはこの X アーマー E22 を使ってよく新選組が着ていると言われている青と白のしましまのやつを作っていこうと思います。とりあえず早速組み上げていきましょう。組み上げるとこんな感じになります。色は単純にクリアパーツを白にして、今白のパーツを水色にすればいいと思うんですが、両肩につければより自然なかっこいい感じになるのではないかなと思い、このプラモをなんとか両肩にくっつけていこうと思います。そこで使っていくのが今回の Z ランナーで使わなかった2番と3番。2番の方の根元が肩の増設用のパーツにジャストフィットするので、あとは先ほどのアーマーにこのボールジョイントが取り付けられるようにしていきます。そこでガンプラで使わなかったちょうどいいポリパーツがあったので、先ほどのアーマーの裏側に仕込んでいきます。あとはヤスリで少し形を整えてあげれば OK。プロポーションの方は撮影で楽しみにしていてください。続いて合わせ目消し。消したい合わせ目の部分にミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドからギュッと力強く押し付け、中からムニュッと溶剤が出てきたら、よく乾燥させて、次にマジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じに削れてきたら、仕上げにマジックテープヤスリ1000番で削っていきます。今日の下処理はこんな感じ。一度細かいゴミなどを水で洗い流します。その後よく乾燥させたら塗装していきます。まずはガイアマルチプライマーを全体的に吹きかけていきます。こいつでプラの腐食防止、全体的に塗装の食いつきを良くしていきます。次にサーフェイサーエボパステルピンクで肌パーツの下地を塗っていきます。そういえば冒頭でお話しした通り、僕は今アークナイツの危機契約に悩まされています。皆さんは何等級まで行きましたか？そしてまだアークナイツをやってない方、今回のこのイベントでは自分に合った難易度の設定ができたり、しかもこのイベント理性やスタミナを一切消費しないんです。いろんな組み合わせを試していると本当時間が解けます。時間を忘れる楽しさ、興味を持ったらプレイしてみましょう。次にフレームアームズガールカラー FG01 を肌パーツに塗っていきます。次にフレームアームズガールカラー FG01 とオキサレッドローズディープレッドを使って肌パーツに少し影をつけていきます。次にサーフェイサーエボを使って装甲パーツなどを一気に灰色に染め上げていきます。次にフタロシニアンブルーを使ってギアの装甲パーツを塗っていきます。次にセミグロスブラックブルー FS15050 を使ってインナー部分、武器の一部分を塗っていきます。そういえば先ほど FG をあまり知らないっていうお話をしましたが、フェイト本編の方はプレイしております。どのルートが一番好きっていう話になると、僕はアンリミテッドブレードワークスが好きなんですが、フェイトの中で出てくるキャラクターで推しの人は全身タイツの青い人です。次にミクグリーン02を使ってマントの部分を塗っていきます。次に風群青とフラットホワイトを使って
胸元マントの白い部分を塗っていきます。次にローズブライトレッドを使って赤パーツを塗っていきます。次にサーフェイサーガンメタを使って内部フレーム武器パーツを塗っていきます。そういえば皆さんは新選組はどういう形で知りましたか？僕は香取慎吾が主演をしていた新選組のドラマですね。剣道をやっていた頃だったので、それが相まって楽しく見させていただきました。そのせいで一瞬歴史の勉強がはかどりそうになったんですが、まあ気分だけでしたね。全然はかどりませんでした。次に GX メタルブラックを使って内部フレーム全体を塗っていきます。次にパールマーズダークブルーを使って足の裏や武器パーツの一部分を塗装していきます。次にピュアブラックマーズディープブルーを使って髪の毛パーツを塗っていきます。塗り終わったら毛先やインナー部分にはアイスコバルトブルーを塗っていきます。そして次にクリアでクリアの刀パーツを塗っていきます。全体的によくクリアを吹きかけ乾燥させたら、次にこいつこすって銀さんを刀にこすっていきます。なんとこいつ本当にこするだけでピッカピカになっていくんですよ。そしてこすり終わったやつがこんな感じ。思っていた以上にピッカピカになりました。すごい綺麗ですね。ここからは部分塗装。クロームシルバーでエアブラシで塗りづらかった部分をシルバーに塗り上げていきます。次に墨入れブラックを使って青い装甲パーツを墨入れしていきます。マント部分にはロイヤルブルーをエナメル薄め液でシャバシャバにしたものを墨入れしていきます。次にデカール。デカールは市販で売っているこの和風の文字セットを使っていきます。まあ欲しいのはこの誠っていう文字だけなんですけどね。貼り付けたら可動範囲の溝に彫ってデザインナイフを入れていきます。次にフラットレッド、ホワイトを使って口元を塗っていきます。さらにフラットレッドで唇を塗っていきます。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液でゆっくり拭き取って調整していきます。そしてフェイスデカール。フェイスデカールは付属してあるものを使っていきます。次にほっぺたにチークを描いていきます。100均で売っている化粧品セットを使ってほっぺたに化粧をしていきます。そして最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜたものを塗っていきます。これで全ての作業は終了。それでは撮影の方行ってみましょうか。
いかがだったでしょうか。今回の女神デバイス吾妻楓新選組風アリスギア女神デバイスのコラボ商品第1弾の商品なので、ちょっと気になる点はありましたが、後のアリスギアコラボ商品に生かされているのだと思うと感慨深かったです。これでお迎えの儀も終わったことですし、次ピックアップガチャ回したら出るといいなと思っております。それでは今日の動画はこんな感じ。お迎えの儀をしたからきっと次のピックアップは出るよって思ってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またな。